皆さんこんにちは。大変ご無沙汰しております。長らく休暇をいただきまして、その間株は順調に上がり続けてきましたけれども、皆さん気分よくお過ごしでしょうか。半ば動画の作り方を忘れかけているカモーラレですけれども、今回はリハビリの回ということで、サクッと短めに月末に機関投資家の売買需要が集まる銘柄というのをご紹介したいと思います。まず一つ目の指数トピックスについてですけれども、基本的には四半期ごとに大きな入れ替えありますが、11月末は対象ではありません。ただ今年最大の IPO 銘柄が採用されるということで、この銘柄の動き今週いっぱい気になるかと思います。動画作成時点で月曜日終わりましたけれども、早速出だしで大きな動きを見せましたので、ご覧いただきたいと思います。そして2つ目の指数は海外の機関投資家がメインで使用している MSCI の日本株リバランスについて、こちらも四半期ごとに大きな入れ替えがありますが、MSCI については11月末、大きな入れ替えの対象になっているということで、こちらについては詳しめに、どのような銘柄が機関投資家の需給発生するかというのをご覧いただきたいと思います。よろしければ今回もぜひ最後までお付き合いください。四半期ごとと申し上げましたけれども、簡単におさらいしますと、1年間1月から12月の中で、まず MSCI が大きなリバランスの対象となるのは2月と5月、8月と11月の年4回となっています。ですので今回11月末が大きな需給の発生する月に該当するということですね。一方でトピックスに関しては1月、4月、7月、そして10月の4回ということで一月ずれているわけですけれども、このそれぞれのタイミングで不動株比率の見直しといったような大きな入れ替えが発生する。そしてトピックスを対象として運用している国内の機関投資家の方が規模が大きいので、どちらかといえば従来はこの1、4、7、10月に今回のような機関投資家の需給のデータをご紹介する動画を作成していました。とはいえトピックスについては大きなリバランス以外の2月、3月といったような普通の月末においても小規模な調整というのが2000銘柄中の数銘柄、数十銘柄単位でごくわずかな微調整が毎月行われています。そして今回の11月末ですけれども、具体的に指数の入れ替え基準日となるのは何日か。まずトピックスに関しては月末最終営業日の1日前の引け29日の15時、このタイミングでの株価が基準となります。一方で MSCI に関しては月末30日の引け15時の株価、これが基準となって入れ替えになります。個別銘柄の需給で鞘取りをする場合に関しては、この日付の違いについてご留意いただければと思います。それではまずは小規模な方、トピックスについて簡単にご覧いただきますと、今回新規採用される銘柄は3銘柄あるんですけれども、注目の銘柄というのは冒頭、今回のテーマで申し上げた通り、今年最大の IPO 銘柄となった6525国際エレクトリックの採用です。トピックスが採用することによってどれぐらいの需要が発生するか、売買株数555万株と、こちらはあくまで推計ですので、多めに見積もれば800万株程度まで伸びる可能性も考えられます。売買金額に直すと180億程度ということで、非常に大きな規模にはなっていますが、トピックスの時価総額順位一番左側ご覧いただきますと、355位と2100を超える銘柄の中では非常に大きな部類、大型株の範疇ということもあり、こちらの銘柄、流動性に関しては非常に潤沢です。1日あたりの出来高で、こちらの株数需要を割り算したときには 0.8 日分のインパクトとなっています。そんなに機関投資家が買い集めるからといって需給が逼迫するようなデータにはなっていない。その他採用される2銘柄に関しては霞ヶ関キャピタルとセルソース、それぞれ1000番台と1600番台ということで、こちらに関しては中小型株、株数や売買金額に関しては国際エレクトリックに大きく及びませんが、流動性の観点から見ると一番下のセルソースがもしかしたら株数ここから集めてくるには苦労する銘柄かもしれません。こちらの3銘柄の直近1ヶ月間株価推移とトピックスの騰落と比較したものをご覧いただきますと、青線国際エレクトリックがダントツで株価が上昇しており、とはいえこちらの銘柄半導体の企業ですので、株式相場における半導体銘柄の上昇に影響されて上昇している分もあるかと思います。また黄色線の霞ヶ関キャピタルは先週末あたり2営業日前ぐらいから
上昇幅を伸ばしている。水色のセルソースに関してはまだ大きな動きが見られません。また国際エレクトリック半導体関連ということで、1ヶ月間で見た時には相場付きに引っ張られていると申し上げましたが、27日1日限りの相場付きを他の半導体関連の銘柄、東京エレクトロンやレーザーテック、ルネサスと比較したときに29日のトピックス入れ替えまで残り3営業日というタイミングとなりましたので、この日に関しては半導体銘柄難聴な推移が多かったですけれども、国際エレクトリックのみ 5% を超える上昇と、この動きに関しては月末の機関投資家リバランス、新規採用の需要が影響しているものかと思われます。出来高換算の日数では大きな数字になっていませんが、意外と月末にかけては大きな買い需要、下支えが入ってくる動きになってくるかもしれません。それでは今度は MSCI のリバランスについてご覧いただきたいと思います。年間スケジュールのところで、以前はトピックスの大型入れ替えの際にこのような動画を作っていると申し上げましたが、なぜ今回 MSCI の大規模リバランスのタイミングで動画をご紹介しているかと言いますと、3ヶ月前、8月に新規採用された唯一の銘柄、全商ホールディングス。ご覧いただいているのは、その時の動画から抜粋したデータですけれども、時点で候補に上がっていたのはスクリーンホールディングスですが、こちらは選ばれませんでした。全商ホールディングスの株価推移ご覧いただきますと、今年に入ってから株価の上昇基調が継続しており、現時点で8000円を超える株価ですが、半年前には5000円台と、そして採用された8月末のタイミングでは6800円ということで、かなり大商いの銘柄になっている。意外と MSCI が行うリバランスにおいても大きなインパクトが出るようになってきた。この理由に関しては動画の結論として後ほど申し上げますけれども、このような銘柄を見落とさないためにも今回11月のデータをご紹介したいということですね。しかし今回に関しては圧倒的に除外の銘柄がほとんどです。ということは先ほどの全商ホールディングスの採用の時と違って売りの圧力にご注意いただきたいという内容になっています。ということでご覧いただいているのは MSCI 系の11月末リバランスで日本株における売却のインパクトが大きいもの、出来高換算の日数で需給の影響が大きいものから順番に並べています。そうすると一番大きい 6.4 日分の栗田工業、2番目は 6.3 日分日本外資と順番に並んでいて、10番目の GMO ペイメントゲートウェイまで銘柄名青になっている10銘柄に関しては MSCI 日本株の指数から除外される10銘柄です。金額換算ですとそれぞれの銘柄100億200億の売却が出てきそうとなっていますので、月末にかけて下方向に歪みが出てくるかもしれません。また除外になっていない銘柄の中で最も大きな売却インパクトが出る三井物産。こちらに関しては530億を超える売却ですけれども、金額ベースではこちらが最大の売却銘柄になっています。そもそも MSCI Japan という親指数に関しては全部で236従来採用されていましたけれども、これが今回10銘柄の除外ということで226に減少すると。そしてなかなか新規採用の銘柄が出てこない理由の最も大きなものとして円安の影響が響いています。結局指数を構成するときに他の国の銘柄と比較するためには何かの通貨で統一して比較しなければいけない。だいたい米ドルで比較するわけですけれども、そうすると円安の影響で日本株というのは時価総額が非常に目減りしている、減少してしまっているということなので、なかなか新規採用がなく複数銘柄が除外される一方ということですね。インパクトの大きい上から5銘柄ですね。栗田工業から京王電鉄の株価推移、実際に除外が発表されてから2週間ほど経っていますので、株価の推移を1ヶ月ベースでご覧いただきますとこちら。意外と栗田工業やパーソルホールディングスに関してはあまり株価が下がっていない。一方で博報堂や京王電鉄はすでに大きな下落を見せています。MSCI の入れ替え正式に発表されてからそれぞれの銘柄騰落を見せていますが、このあたりの期間においては指数リバランスの発表とともに個別銘柄の決算というのが非常に集中していますので、機関投資家の需給の逼迫の影響の他に決算の良し悪しのインパクトというのも含まれてくるかと思います。決算が良くて
株価が上がっていたにもかかわらず、月末に下がり目を見せてくるような銘柄があれば、狙っている方にとっては拾っていきやすいタイミングかもしれません。今度は逆に買いのインパクトが大きな銘柄を順番にご覧いただきますと、こちら。先ほどすでに申し上げてしまいましたが、新規の採用銘柄というのは0ということで、ご覧いただいているのはすでに採用されている銘柄だけ。出来高換算の日数でも一番大きなものですら USS の 1.5 日にとどまっており、先ほど除外で10銘柄出ていく分の金額、その分の残された226銘柄に対するウェイト通りの配分のみということで、買いのサイドに関してはあまり大きな動きは期待できなさそうです。ということで、円安が続いているというのが MSCI、あるいは海外の機関投資家から見た時の日本株、この時価総額が目減りしてしまっているということなので、為替レートの傾向というのがこれまで通りドル高円安というふうに進んでいくのであれば、次回以降も MSCI のリバランスというのは同様に採用銘柄がほとんどなくて場外の銘柄が増えていくという流れですが、一番最初にご覧いただいた8月の時のリバランス、ここで全商ホールディングスのみ採用されましたが、その時点としてスクリーンホールディングス、こちらの銘柄もかなり株価上がってきていますので、為替の向かい風を跳ねのけて次回2月以降の新規採用に期待が持てる位置まで株価が上昇してくるかというのが一つ中長期的な注目点、そして採用ラインまで時価総額を伸ばすことができれば、海外投資家からの追加の資金投入が入ってくるということで、来年2月の採用と言いますと、判定基準となる1月までにはそれなりに採用予想も出てくるかと思います。ただ個人的には円安の展開が続いてくるというのは、その根底として日米の金融政策、日本は緩和策、アメリカは利上げ、引き締めを行っていると、そういう前提がありますので、来年の中頃以降、アメリカが今度は利下げに転じて、日本に関しては金融政策の正常化、つまり緩和策を順次やめていく方向としては、引き締め方向に舵を切っていくとなると、今度は為替の影響としては、円高ドル安の方向になってくるかもしれません。為替の動きを司っているのは、金融政策にとどまりませんので、必ずしも日米の政策舵取りというのが反転した時に為替も反転するとは言えませんが、昨今の相場付きの中では大きな比重を占めているのも事実。実際にカモーラレがお休みをしていた先週の初め頃には、一瞬急激な円高方向への動きが見られました。そしてもし円高になった時に日本株の中で投資すべき銘柄は何なのかというのを次回の動画でご紹介していきたいと思います。ただネットで円高恩恵銘柄と検索してもサイトに出てくる銘柄というのはまちまち。さらにはどれくらい恩恵があるのかはっきりと明記されているものはありません。決算書類の中に為替が1ドルあるいは1ユーロ 1% 動いた時に利益が何億円出るか、そういった書き方をしてくれている銘柄もありますけれども、ごくわずかということで当チャンネル独自にデータ分析を行って真の円高恩恵銘柄というのをトピックス採用の2000銘柄から全て対象として分析を行い、どれくらい円高が追い風になるのかというのを横断的に比較しましたので、そちらの動画も見てみたいと思っていただける方はぜひ高評価とチャンネル登録をしていただいてお待ちいただけますと幸いです。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。